こんにちは、上田です。今更ですが、思考が人生を作るってことは、何度も話したけど、そもそも思考って何なのかってことについてなんですが、これも結構難しいですよね。完全な答えが存在しない分野なんでね。思考ってのは人が考えてることとか、考えとか、同時にそれは感情とか心ってことにもなると思います。そしてそれらは全部つながってると思います。思考は感情でもあるし、心でもあるし、意識でもあるし、まあそんな感じですね。そんな感じで全部つながってると思います。感情とか心がなかったら思考もなくなってしまうし、逆に思考がない場合心もなくなってしまうと思います。つまり思考イコール心と言っても過言ではないと思います。また心とか精神ってのは外来語ではマインドとも言われます。これはほとんど同じ意味になると思います。マインドイコール思考イコール心精神と考えてもそれほど間違いではないと思います。しかしこれもなおさら難しい話になってきますよね。心や精神といってもそもそもそれも完全に説明する方法はないので結構難しいですよね。ただ何度も話してるけどこの思考もマインドもものすごく大事なんですね。その思考がいい加減だと最善の選択ができないし可能性を考えることもできなくなってしまうんですね。身近な例だったら車の運転とか人間関係とかですね。車の運転も事故が起こる可能性とか先のことを考えないいい加減な思考で運転をしていたら事故が起きてしまうのは当然ですよね。人間関係においても他の人のことを全部ほったらかしで自分の目的だけ進めて自分のことしか考えなかったら結局誰からも相手にされなくなってしまいますよね。つまりは高度な思考がなければ最善の選択ができないし本来考えるべき可能性を考えることもできなくなってしまうんですよね。そしてここで大事なことなんですがここまで思考の説明ばかりするのは思考が人生を作るってこともあるけどそもそも教えにくいんですよね。思考とかマインドっていうのは思考とかマインドっていうのはそれ自体がものすごく教えることが難しいんですよね。これが思考ですとかそんな説明の方法がないんですよね。ものすごく大事なことではあるけど同時にものすごく教えにくいことでもあるんですよね。そこが問題なんですよね。これが思考ですとかそんな一言では説明できないですよね。説明が難しいんですよね、そもそもが。それで大半の人が曲解してるかもしれないけどたくさん知識があったら完全な思考になるってわけじゃないんですね。知識や知恵も大事ですがしかしとんでもない知識量があったとしても比例してマインドとか思考が完全に成長するってことはないんですよね。自分自身でよく考えることができなければたくさん知識があったとしても思考もマインドも成長しないんですよね。
残念ながら。多分大半の人がここをよく間違ってる可能性が高いと思います。正直本とか何かの勉強から得た知識っていうのは優れた思考力とはあまり関係がないと思います。というのも、たくさんの漢字とか方程式とか英単語とかそういったことをたくさん覚えたからといって、しかしだからといってマインドや思考が成長するかといったら、その努力は無駄ではないけどほとんど成長しないと思います。別々に考えないといけないんですね。思考は思考、知識は知識、知能は知能といった感じで分けて考えないといけないんですね。別々に分けて考えないといけないんですね。相対化して考える必要があります。たくさん勉強を覚えたから 100% 偉くなったとか、たくさん知識をつけたから 100% 偉くなったとか、勉強をしたからとか知識をつけたからとか、そういったこととは、そういった知識とか勉強っていうのは別として、思考とは分けて考えないといけないんですね。というのも東大生とかでも卒業した全員がすごい仕事ができるというわけではなくて、中には無職とか引きこもりとかになってしまう人も存在します。ってことはやっぱり思考とかマインドが何か違うんでしょうね。そういう現象が起こるってことは何か違いがあるっていうことになると思います。前にも話したけど、思考とかマインドの違いで同じ知識量があったとしても結果に雲泥の差が出てしまう場合も多いんですね。もちろん思考とか以外にも体質とか環境とかそういった原因で差が出るっていう可能性もあるかもしれないけど、思考とかマインドっていうのは成長させることができるはずなので、それができなかったらどんなこともできなくなってしまうんですよね。思考やマインドを成長させることができなかったら、結局最終的には思考によって何らかの差が生じてしまうわけなんですよね。ただやっぱりこんな話を聞いただけでは到底全てを理解することはできないと思うし、不可能だと思うし、今まで話したことを全部信じることもできないと思います。こんな話を聞いたとしてもやっぱりたくさん知識量を持ってる人間がうまくいってるっていう場合だって本当にあるし、医者とか弁護士とか裁判官とかそういった人が本当に偉くて、マインドも知能も思考も付随して全部高いって思うかもしれません。実際それが絶対間違ってるとは言えないです。やっぱり知識とかもないよりはあった方がいいし、たくさん知識のある人の方がない人よりも高知能ってのも間違いではないと思います。もちろん知識とか記憶とか経験とかも含めて思考であり、知識がなかったら思考も気づけないので、ないよりもあった方がいいのは断然確かです。ただ何度も話すけど、知識ってのはそれ単体ではあまり思考に影響しないんですね。それでここでもっと革新的なことなんですが、高度な思考ってのは学びというよりも悟りで完成されていくものなんですよね。
たくさんの知識を詰め込む学習とかではなくて、悟りで成長していくものなんですよね。自分で何かを考えた時に気づいたりとか悟ったりすることで成長していく場合の方が圧倒的に多いんですよね。また学ぶことと悟ることっていうのもまた別なんですよね。さっきも話したけど、物事は分けて考えないといけないんですね。何かの知識を頭にたくさん詰め込んだからといって必ず悟ることができるわけではないんですね。悟りとか発見っていうのは自分で考えて気づく以外に方法がないんですよね。普通の勉強とは違うので、自分で考えるしか方法がないんですね。大きくまとめると、思考っていうのは心とか精神でもあるってことと、別々に分けて考えないといけないってことですね。思考と知識は別とか、そんな感じで別々に分けて考えないといけないってことになります。それでは今回はこれで以上となります。どうもありがとうございました。